今回は iPad mini 第5世代について特徴や購入時の注意点について検証したいと思います。皆さんは iPad mini を購入したいと思ったことはないですか？ 7.9 インチというサイズは大きすぎず小さいこともなく絶妙なサイズですよね。この動画で少しでも皆さんの購入の際の参考になれれば幸いです。このチャンネルの動画ではガジェットについて紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。この動画は2021年1月25日時点での情報に基づいて配信しています。ご了承ください。この動画の流れですが、最初に iPad mini 第5世代の概要について紹介します。次に iPad mini 第5世代の長所とおすすめの用途について検証します。最後に iPad mini 第5世代購入時の注意点について検証します。この動画の説明欄にタイムラインのリンクを貼っておきますので、好きなところから見ることができます。ぜひ活用してください。それでは iPad mini 第5世代の概要について紹介したいと思います。iPad mini 第5世代は約2年前の2019年3月に発売されました。色はシルバー、スペースグレー、ゴールドの3色です。ストレージの容量は 64GB と 256GB の2種類あります。ディスプレイは 7.9 インチとなっていて、iPad としては最小のモデルになります。また重量は 300g と軽く、他の iPad と比べても軽い重量になっています。例えば iPad Air 4では 460g、iPad 第8世代は約 500g などで、いかに iPad mini 第5世代が軽いか分かります。SoC は A12 バイオニックチップを搭載しています。iPad mini 第5世代が発売された2019年3月当時は最新の SoC でしたが、今はそれから約2年が経ち、2世代古いチップになっています。しかし A12 バイオニックチップは iPad 第8世代にも採用されているチップで、今でも高性能で省電力性能に優れたチップで、様々な使用用途で活躍してくれます。また OS は最新の iPadOS にアップデートでき、iPad を快適に使うことができます。Apple Pencil 第1世代に対応していて、メモやノートを手書きで取ったり、絵を描いたりできます。スマートキーボードには対応していませんが、市販の Bluetooth キーボードに対応しています。個人的には文書作成や表などの資料作成の際は、Bluetooth キーボードと Bluetooth マウスがあれば十分であると思います。iPad mini 第5世代で搭載しているディスプレイはレティーナディスプレイを採用していて、画面の表示が十分綺麗です。また iPad Pro や iPad Air のようにフルラミネーションディスプレイを搭載しています。フルラミネーションディスプレイは液晶とガラスが一体になっているため、Apple Pencil などで文字や絵を描いたときにフルラミネーションになっていない通常のディスプレイはペン先と文字や絵の間に隙間が生じ、ペンが浮き上がったような感じになりますが、フルラミネーションディスプレイではこの隙間が非常に小さくなっています。実際に画面を比べてみましょう。通常のディスプレイはこのように端の方が黒くなっていますが、これがガラスの厚み分によって生じる隙間です。対してフルラミネーションディスプレイの場合、ディスプレイの端の方の黒い隙間はかなり小さくなっているのがわかります。フルラミネーションディスプレイはこの隙間が小さい分、より直感的に操作をすることができます。価格は Wi-Fi モデルのストレージ容量 64GB で税別 45,800 円、256GB で税別 62,800 円となっています。それでは iPad mini 第5世代の長所とおすすめの用途について検証します。iPad mini 第5世代の大きな長所としてそのサイズ感、重量感があります。これは昔の iPad mini ですが、第5世代とサイズはあまり変わらないと思いますので、
比較のために使ってみたいと思いますが、このように iPad Air 4や iPad 第6世代と比べても iPad mini が小さいことがわかります。ただし、このように iPhone と比べても小さすぎるということはなく、絶妙な大きさの端末であることがわかります。手に持ってギリギリ片手で掴むことができるサイズです。重さも軽くて薄いので持ち運びはしやすいと思います。この大きくなく小さすぎないといったサイズ感を生かした用途が、この端末の使用用途としてその能力を発揮してくれるのではないかと思います。例えば電車で通勤通学をされている方で、よく電子書籍で読書をされている方にはおすすめできるサイズであると思います。また約2年前に発売されたモデルとはいえ A12 バイオニックチップは今でも高いパフォーマンス性能を発揮してくれますので、その絶妙な端末のサイズ感と合わせてよく外へ持ち運んで、隙間時間で動画編集、文書などの資料の作成にも活躍してくれることでしょう。先ほど述べたフルラミネーションディスプレイの特徴を生かして持ち運びに便利なノートや手帳代わりとしての用途にも活躍してくれることと思います。もちろん出先でのブラウジングや SNS、動画視聴といった用途にも十分応えてくれると思います。最後に iPad mini 第5世代購入時の注意点を検証します。まず最初の注意点が iPad 第8世代でも十分なのか検討した方が良いという点です。というのも先ほど話した通り、 iPad mini 第5世代最大の特徴はそのサイズ感にあります。端末の性能、特に頭脳にあたる SoC については発売当初は最新のチップを搭載していましたが、あれから2年ほど経った今となっては2世代古いチップであり、 iPad 第8世代と同じパフォーマンス性能であるため、 iPad mini のサイズでなくても良いのであれば iPad 第8世代を選んだ方がコスパが良いと思います。次に注意点として、 iPad mini 第5世代は発売から2年近くが経過し、iPad mini 第6世代の発売が近いとの噂も出ています。本当に発売されるかどうかは定かではありませんが、この絶妙なサイズ感の iPad はファンも多く根強い人気があります。おそらく今度発売されるときは最新の SoC を搭載し、ベゼルがある程度小さくなり、ディスプレイもその分大きくなるのではないかと思います。iPad mini 第5世代は2019年3月に発売されて以来、価格が下がっていないことと、購入後すぐ新型のモデルが発売される可能性があるかもしれないということを考慮の上、購入するかどうか決めた方が良いと思います。今回の動画では iPad mini 第5世代について特徴や購入時の注意点について検証しました。皆さんは iPad mini 第5世代を購入して活用してみたいと思ったでしょうか。今回の検証が少しでも役に立てたのであれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も少しでも皆さんのお役に立てるような動画を作っていきますので、画面右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。